揚げたて食べてみんな重ねちゃう。だから本当はこっそりとひっそりとやってる感じ。肩着なくて帰っちゃう人もいますからね。ある方はな。これも必ずね、揚げた次の日は食べるんですよ。そうすると必ず怒られるんですよ。食べてんじゃねえよと。これも裏番組。いらっしゃい。淡水を入れないんですね。今日は小麦粉だけで、粉と水でやったものだけで揚げるやつは。はい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 。だから別に打たなくちゃいけないんです。結構手間です。そうなんです。だからなかなかうまいこと合間合わないとあんまりできない。本店しかないですよね。そうですね。こっちしか。それは手間がかかっちゃうとか。そうなんです。向こうは忙しいから。なかなかその合間がないから。正直に言うとね、めんどくさい。結構大変ですよね。俺は一人一人お客様にはあげてられない。タイミングのあった時だけ。タイミングないと。これがある方はな。どれぐらいでできるもんなんですか、修行をして。まあ個人差あるけど、お客さんに出さないにすればそんなにはかかんないです。ああ、そうなんですか。お客さんに出さないとやっぱりね。次はさ、集金創業はね、ここは52年。そうなんです。昭和52年だからもう45、6年。はい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 。もう創業からずっと手打ち一本で。こだわる理由があるんですか、その手打ちに、まあ創業してから。この技術ができるから。あとやるしかないですよね。やるしかもうでもみんな平均年齢が20になってきてる。いつまでできるか。まあ後継者がねできれば。なかなかね今の若い子はね。そうですね。やっぱり中華料理屋さんって結構体力的に大変ですからね。おじさんが初代。日本の社長がおじさん。僕はここ譲ってもらった方。そうなんですね。それまでは何かされてたんですか。
今日そうここにあ、働いててってことで、あ、で引き継いだ。こう行ったり出たり入ったりして。ちなみに片焼きそばを食べるこのお店で食べるタイミングって分かったりするんですか？あれだからすぐなくなっちゃうんだよね。で揚げるのもやっぱ忙しい時は揚げられないので、やっぱこういったちょっと切れた時間に揚げたり、忙しい時はできないので。そうですよね。確かに確かでかといってこれがメインではないにですよね。揚げ麺でこっちの手打ちがメインなんでですよね。こういう麺もできますよう的な。んそれが逆にねちょっと希少価値がある。うん。あれみんな重ねちゃうよ。あと本当同じタイプを1個だけだから揚げたて食べてみんな重ねちゃう。音入れといて。開けますよ。はい。座ってない時あ、ごめんなさい、味噌ラーメンにしてもらいます。
はい、担々もとい味噌。片焼きそばを頼まれる人っている？あ結構多いです。あ、多いんですね。あ、よかった。食感が癖になってるんですけど、あ片焼きなくて帰っちゃう人もいますからー、熱烈の。でも確かになんかここの片焼きそばってここでしか食べれない食感だからやっぱり熱烈なファンがいるんですね。じゃあもうタイミングを、まあ、平日のまあ夕方あたりとかちょっと空いたあたりに狙うしかないっていう。だから本当はこっそりとひっそりとやってる感じ注文が多くなっちゃう。本当はもうこっそりね、隠れながら隠れながら小出し実はみたいな感じで実はあるんですよみたいな感じでやってるんです見つかっちゃいましたよ。見つかっちゃった見つけちゃいました。この今のさっき映したうん、揚げそばですね。揚げそばなんですけど、あれをね、もうちょっとね、そうめんよりね、細くして揚げたものが龍小麺って言って、龍のひげの麺、中国のメニューにちゃんとあるんです。それが片焼き、日本で言えば片焼き、もっと細くて、細い。うちのは高温でバッと揚げちゃいますけど、低温でね、じっくり揚げるんですよ。揚げてこんな麺にするんですよ。へ北京かなんかのちょっと高級料理を食べると1万ぐらいするんですよ。あ、その麺だけで、うわ、すごい。麺の料理がね、でもすごいですよ。うちはその流れがあったので、ちょっとやってみようかみたいな。でもうちはあんな細くね、時間かけられないんで、高温でね、カリカリ揚げてやったのが始まりです。こういうのもできますよ的な。だから麻婆とライスもありますよみたいな。一応ちょっとこう麺に食べた人のちょっとこう逃げ道じゃない裏芸みたいな感じですね。それがメインではないので、常にあるかと言われたらなるほど。ないんですけど、一応はなくなったら揚げる形にしてはいますけど、すぐ出ちゃうので、なかなか出会うのがすごい難しいと思いますよね。めちゃめちゃレアですね。そうなんですよ。細ってやってんのも面白いかなと。そうですね。知る人ぞ知る。いろんな片焼きそばがあってね、いいと思いますね。特色があると思います。もううちは麺なんで、この麺のこの普通で食べた麺とやっぱ揚げた麺でもちょっと普通と違うなみたいな感じがすると思います。そうですね。はい。食べれたのはラッキーですね、僕。食べたらもう片焼き YouTuber というか第一人者には食べてもらう。ありがとうございます。